皆さん、こんにちは。好奇心 TV です。先日の動画では、マンションや集合住宅で起きている大問題について情報をお届けさせていただきましたが、大変多くのコメントをいただき、関心の深さを知ることができました。コメントいただいた方、ご視聴していただいた方に改めてお礼申し上げます。今回の動画では、今、日本だけでなく世界中で起きている鳥インフルエンザや豚熱から始まる卵、鶏肉不足、豚肉不足、世界大戦勃発の危機、電気代、ガス代高騰が起きていることについて、一体何が起きているのか、何を想定して生きなければならないのかについて情報をシェアしていきたいと思います。この動画を最後まで見ると、今私たちを襲っている物価高をはじめとして同時多発的に起きている災難に対してどのように考え、どのように対応していったらよいかのヒントが得られると思います。災難とは通常経済的危機であったり、自然災害であったりしてきたわけですが、今世界中で起きている災難というのは世の中すべてをひっくり返すような危機であり、私たちに襲いかかる危機は食糧危機による餓死、戦争に巻き込まれて命を落とすことだと思います。決して大げさなことではなく、リアルに起きてくる可能性が大きくなってきたことを私は情報収集をしてきた中で感じています。そんな中で情報弱者が割を食う、つまりババ抜きでいうところのジョーカーを引くことになりそうです。自分がババを引くことがないようにするためにもぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、前回の動画ではマンション、集合住宅のお住まいの方に降りかかる試練について情報をシェアさせていただきました。このことはすでに起き始めていることであり、分譲物件であろうと賃貸物件であろうと同じことです。しかし現時点で起きていることは序章に過ぎず、今後はもっと過激に、そして顕著になると思います。時折視聴者様から不安を煽るなという内容のコメントなどいただきますが、決して不安を煽っているわけではありません。もし私の動画がそのように受け取られているのなら、その方にとってはそうなのかもしれません。そしてそのような感じ方というのは失礼ながら思考停止しているのだと思います。私は常に世界で起きていることに情報アンテナを張りながら、合わせて隠蔽された歴史を学んできましたが、それら一つ一つの情報をジグソーパズルのように組み立てていくことで大体予想ができるようになりましたし、そうなってきています。そういった中で言えることは、残念ながら被害に遭うのはいつも一般の良識を持った人たちです。特に被害を受けるのはテレビ、新聞を情報源としている人たちに多いような気がしてなりません。事実をもとに話をしてもバカにしたような薄ら笑いを浮かべ、会話にもなりません。例えば食糧危機やお注射などのリスクについて伝えようとした時に、どこから話せばよいのか途方に暮れた経験をお持ちの方もいるのではないでしょうか。私は情報格差を埋めることに対して半ば諦めています。もうそのような人たちに構っている時間がないからです。そんなことはさておき、今回動画を作ったのは、誰かがあらゆる損失をかぶるというババ抜きの最終章が始まったのではないかということを皆さんにお伝えしたかったからです。まず被害に遭うのは間違いなく情報弱者なのですが、厄介なのは皆さんがしっかりガードを固めていたとしても彼らに巻き込まれてしまうという展開になるということです。それは投資や副業でも起きますが、分かりやすい例としてマンション、集合住宅を取り上げてみました。前回動画で取り上げた問題は大きな問題であることは間違いありませんが、まだ序の口です。今回取り上げるさらなる試練とは、前回取り上げたのは急激な物価高の影響により値上げされた管理費、修繕積立金の支払いに困窮した人たちにフォーカスしてきました。前回動画をまだご覧になっていない方はぜひそちらから見ていただくと、今回の動画をより理解できると思います。今回はマンション、集合住宅にお住まいの方で管理費、修繕積立金の値上がりに対して問題がない方も巻き込まれる話になります。どういうことかと言いますと、これも潜在的に問題となっていたことが一気に噴き出してきたという形になります。つまり居住者側で組織される管理組合と管理会社との確執と言ってもいいような問題と、運用コストの高騰で経営が厳しくなってきた管理会社が管理の契約更新をしない、もしくは途中で撤退するという状況が起き始めてきたというのです。先ほど確執と言ったのはどういうことなのかと言いますと、2000年代は管理組合が管理委託費のコストダウンを狙った他社との相見積もりを行って、利益が薄くても受注しなければならないという管理会社にとっては厳しい時代があったといいます。
一部の管理組合には管理会社スタッフへのパワハラともいえる横暴な振る舞いがあり、管理会社のスタッフを長時間捕まえては管理組合の人が文句を言うというケースもあったそうです。お金を払う側の管理組合が強い立場にあったということです。ところが今何が起きているかというと、管理会社が管理組合との契約を打ち切るという動きが起こり始めているというのです。契約というのは双方が合意しないことには成立しません。採算が合わない金額なら契約更新をせず撤退するというわけです。ちなみに管理会社と管理組合は一般的に1年間の期間で管理委託契約を結んでいます。ただし、たとえ契約期間中であっても法的には3ヶ月前に通知をすれば解約できるとの条文があります。今までは、この権利行使は管理会社の対応に満足しない管理組合が、一方的に管理会社に解約を通知するために使用されるものでした。管理会社は採算が取れない物件であっても受注していた背景には、日常の修繕工事や今後期待できる大型修繕工事の利益確保という目的があったからでした。ところが、管理組合で集める修繕積立金が足りないことや、工事費の高騰により受注しても利益が見込めなくなってしまったのです。さらに、あまりにも急激に人材不足という課題が大きくなり、給与を上げても人が集まらない時代を迎え、管理員や清掃員を派遣する会社も事業撤退を始めるようになりました。その他には、採算が取れていない物件から手を引くというパターンもあるとのこと。管理会社の人手不足により管理できる物件に限りが出てきており、採算が取れる物件だけを残していくということで、会社経営を継続していくには致し方ない状況なのです。このような背景から、管理組合が管理委託費の見直しのために見積もりを依頼しても管理会社から断られるというケースが出始めました。立場が全く逆になったということです。このことによって何が起き始めているかというと、逆に今度は契約中の管理会社から現行の管理委託費を2倍にしないと契約更新はできないと言われるケースも発生しており、住民負担が増しているということも起きています。こうなってくると、今世界中で起きている物価高によって管理会社に支払うコストは当然ながら上がってくるわけで、住民負担も上がってくるということになります。さらに一般家庭の電気代、ガス代が異常なほど高騰しているわけですから、経済的に厳しい世帯が出てくることは必至ですよね。そうなると管理費、修繕積立金の滞納者が出てきますし、法的な手段を取ることになると時間も費用もかかります。ということからマンションや集合住宅の管理組合にとって最悪なケースは、居住者の中で管理費、修繕積立金の滞納者が多数いて、さらに管理会社から管理委託契約の破棄がされるということです。程度の差こそあるものの、問題が多々噴出しているということが起きています。マンションや集合住宅というのは、本当に様々な人たちが同じ建物に暮らすことになりますが、何も問題がないうちは良いと思います。しかし、今現在のように流行り病の影響や世界で起きている紛争による影響によって経済的な打撃を受け、管理費、修繕積立金の滞納者が出始めると一気に難しい問題に発展してしまいます。こういった問題はこれから増える一方だと思いますが、一体現在日本にはどのくらいのマンション、集合住宅があるのでしょうか。国土交通省のデータを見ますと、マンションストックは2021年で約686万戸あります。表の通り、国民の1割強がマンションに住んでいることになります。そしてその中で3ヶ月以上管理費を滞納している人がいるマンションの割合は、平成30年で 24.8% だそうです。すごい数だと思います。これらの人たちが今起きている物価高で経済状況はその頃よりも良くなっているということは考えにくく、むしろ滞納者は増えていると考えた方が良いかと思います。そうなると経済的困窮者が多くいるマンション、集合住宅は管理組合の運営にも支障が出てくることになるのではないでしょうか。こういった経済がおかしくなってきた時に住宅ローンの支払いや各種支払いをするために生活困窮者は素早く儲かる投資を考えたり、新たな副業を考えたりすることもあるでしょう。そんな中、皆さんはスマホを1日数回タップするだけの簡単な作業で月70万円稼げるという広告を見たことはないでしょうか。どう考えても高い確率で詐欺だと思うのですが、窮した人は手を出してしまうのでしょう。結局ますます窮地に追い込まれることになります。世の中は不景気になればなるほど誰かがカモになる罠が増えてきます。自分の損失を誰かに被せるという投資話もあるかもしれません。今回取り上げたマンション、集合住宅で起きている事例のパターンは社会の縮図のように思えてなりません。マンションなど買うからだという声も聞こえてきそうですが、
同じマンションの住人が経済危機に陥った時に全体にも悪影響を及ぼしかねない状況になってきています。これはまさに大きく見れば日本という国に住んでいる者同士の中でも同じことが言えるかもしれません。政府は一時期マンション購入の際に税制優遇が適用されお得感を出してきました。すごい勢いでマンションが売れたことを記憶しています。その後に何が起きたかというとリーマンショックが起きました。本当に多くの沈んでいった人を見てきました。そして今不動産価格が高騰していると言います。私は何か罠があるのではないかと思っています。個人的にはこれはババ抜きだと感じています。皆さんはどのようにお考えでしょうか。ダボス会議ではグレートリセットをテーマに語られています。明らかに今までとは違う世の中のシステムになることを明言しています。なぜか通称ダボス会議と言われている一経済学者が作った組織の決定に世界各国の動きが足並みを揃えているという気味悪さ。まさか政府がそんな悪いことを考えるわけがないという能天気な考えは捨て、冷静に違和感を感じることを大切にしていかなければならないと思います。今後ますますババ抜きみたいなことが横行するかもしれませんので、ぜひ情報収集には力を入れていきましょう。大多数の人たちが声を大きくして騒ぐことこそ用心しなくてはいけません。いかがだったでしょうか。今回は前回に引き続きマンション、集合住宅を例に挙げながら今日本で起きている経済崩壊の始まりかもしれない事例を考えてみました。もともと世の中に起きる危機というのは自分だけは安全ということはありません。みんなつながっているからです。そういった意味でマンション、集合住宅で起きている事例というのはマンションが一つのコミュニティとして考えると、そこで起きる生活困窮者の増加によって起きることは今後日本全体に起きることと同じかもしれません。経済危機と食糧危機、その上世界大戦の勃発の可能性まで見えてきました。本当にとんでもない時代になってきたと思います。イメージができる人は一つ一つできることをピッチを上げて備えていきましょう。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。